これ元はどんなところにあった木なの？鉢植えで作った木？鉢植えですね。鉢植えで植え替えもせず芯が抜けて、多分枯れかけてたやつだと。まあ入手した時にはもう抜けてたからでガレガレな状態だったから。さつきの芯が抜けちゃうっていうのはどういう状態なんですか？多分芯が凝り固まって周りの根っこからの吸い上げで多分芯に上がっていかなかったんだ。根腐れしてたんだと思う。下の真下が。でそこから、まあ、上が枯れて落ちてきた。でも相当古いですよね。まあ相当。後ろこういう感じのところ。後ろはね、そうこれは死んじゃってるんですよ。これは死んじゃってるんですよね。でこの水水が一段ぷくってしてる。ここは水水が通ってるとこですね。ここは生きてる。こっちは死んでるところ。これで裏側になるんですね。後ろ真裏ですね。あんまりこういう育てないですよね。まあね。この高さがもう普通に生きてたらすごい結構太い木ですよね。でしょうね。もう畑に入ってたらすごいでしょうね。でも鉢入ってからも相当経ってるから。で3年前そうやって、この鉢でしたよね、ずっとね。ずっとこの鉢で作ってて。最初ね、養成鉢入ってたんですよ。で、パンパンだったやつを植え替えしてこれに入れて、でそこから3年ぐらい経ったからね。そうですね。で、芽が細かったんで、手上がるかななんて言ってましたよね。そう。1年半ぐらい放置して。でも強い芽出てますね。去年荒掛け、これ少し曲がってるところもある。針金外して、そこから半年ぐらい放置してた感じね。これも去年かけた枝です。これそうですよね。裸に4月生でしたね。でも半年でやっぱこんだけ伸びるんですね。伸びますね。もう花芽もバッチリついて。咲かそうと思えば。早かったですかね。花子じゃなくてね、春にはぎっちゃってるから。それで今日は伸びてるのをはぎる。そうですね。土調子取って棚の整理。輪郭が見えるようにしてもらって。そうですね。半端に伸びてるのをどうするかですね。針金で捨てちゃうか胴切りしちゃうかなんですけど、バランスよくね、同じ伸びだと整理するだけでいいんですけど、たまにね半端な長さのがあるから、そこをどうまとめるか。いらないところをバッサリ切って見やすくしてもらいましょうか。はい。その辺はみんないらないですね。この辺ね。それ挿絵だって最初からあった絵これは元からあった絵ですね。この右の位置の絵は。枝先だけですね。針金で作ったのは。でも元々の枝は挿絵枝しか使わないんですか？逆に言えばそうだね。頭を全部作ったやつですね。そう。1本あればね、元枝が。なんか残そうと思ってつけてたんですか？いや、毎回ね、切るんだけど、毎回必ず出るんですね。出てくるんですね、そういう。こっから出たいんだ、この木は。この間は。そういう場所ってあるよね。一回切っても出てくるっていう。でも正面から見るといらないところですよね。そう。それコブごと削っちゃうってことはしないんですね。こう結局水水が表面だけだから削っちゃうとちゃうかもしれない。平らにした方が見た目はいいんだけど、でもそれもね、この木の古さとして若干斜感になってるじゃないですか。わかります？まっすぐじゃなくて、そうですね。それをね、強調させたいですよね。せっかくだから直感というよりかは斜感なんです。若干これ寝か
寄せてもいいかもしれないですけどね。ああ、植え付ける時に。その方が車間が強調させた方が。で、戻るからね、ここでかくって。ああ、そうですね。それぐらいの角度でいい。そこ今触ってるとこは完全に独立しちゃってるんですよね。まあそうですね、確かにね。まあ唯一ここがつながってるかどうかぐらい。つながってる。上がね、完全に抜けちゃったから。抜けてますね。こういう枝元の付け根が触れそうなところは見せてあげるといいですね。そう。ちょっとね、サバ見たくなってる。見せるところと見せたくないところのバランスですよ。そうですね。隠すところとね、見せるところと。だいぶ見えたでしょ。見えてきましたね。これで一回電球取って、とにかく差しだけ作っちゃおうかなと。で、差しが決まれば、あとお湯受けと頭のなんていうのバランス、決まってくると思うんで。これ裏枝は、今年伸びた徒長枝ですよね、これね。これあるんですよ。春。今年の春。そうですよ。春に振り込んだ時にはほとんどなかったやつ。なかったやつ。だから、4、5、6、7、8、9。半年か。半年で済んでる。半年で伸びた枝を裏枝として使っちゃう。そうですね。かな。ここからあるしかない。これ。視点が上なんですか。から行くしか。これね、前回しちゃうと針金が見えちゃうから。だいぶすごいところまでしました。去年荒掛けの時もこうやってやって結局しけちゃったんですよ、枝が。
あ、去年裏枝作ろうとしたんですか？ここで裏枝ができてたんだけど、はい。しけちゃったんで、なんかここが全部いっちゃったから、ああ、そこにあったここにあっ枝なんですね。たんですけど、はい、じゃあ作り直しですね。そうですね、裏枝。今日これ植え替えしてもらいたいなと思ってるんですけど、真夏に近い気温じゃないですか。暑い時期の植え替えって大変なんですか？植え替えた後に寒冷車の下とか涼しいところに置いとけば問題ないと思います。涼しいところに置ければ。普段ってやるんですか、植え替え？夏は秋ですね。夏はやんないですね、基本的には。まあでも鉢替え程度だったら別にね、まあ鉢替え、そんな問題はないとは思いますけどね。で、真夏なら真夏で寒冷車に入っちゃえば、気温とか気候的にはね、秋に近いような感じです。寒冷車外した今頃がちょうどね、逆に暑いかもしれないです。外してありますね。そう。外しちゃいますよね、あんだけ涼しい日続くとね。その一本掛けやる人ってあんまり見かけなかったですね。あ、そうですか。まあ、ちっちゃいとこだったら問題ないです。そうそう。まあかけなくてもいいんですけど、一応バランスってか、まあ感覚が均等の方が。全体に枝を下げ気味に作ってるんですか？そうですね、どっちかって言えば。やっぱ木が古いからとかそういうの。それもありますよね。まあ、差し枝はだいぶ下がってますね。それに合わせて。ここにあったんですよね、ここにね。そう。ここに、あれ、去年ですか？そうすると。去年一応作っといたんですよね。去年の秋にかけたやつが、冬場枯れちゃったってやつ。これと同じような感じですね。そうです。年代的にね。枝の芯。
芯になるやつを作ってると。しけちゃんですね。ちょうどいいとこ出たから。裏枝。まあ枝作りの最初はこういう感じだってことですね。この真鍮のね、柔らかいやつでさあ少しずつですね。木にやるとね、皮むけるんで。枯れてるところはね、関係ないから、これをやって。皮も死んじゃってるんですね。皮もね、死んでるところです。綺麗になってますね。いい根っこ。よく張ってますね。綺麗な根っこですね。綺麗な根っこですね。全然なんだろう、若返った根っこって感最初植えた時って、もっと根っこブツブツだったんですか？パンでしたからね、前の時は。もっと上根ももっとガッチガチでしたから。まあ3年じゃちょうどいいくらいなんですかね。植え替えはそうですね、ちょうどいいと思います。土も結構入ったからこれ深い鉢だったから。そうですね。
磨いたやつはね欠かせない方がいいですよね本当はね。ああ、本当は。綺麗ですね。すごいですね。いい根っこですね。よいしょ。ね、ちっちゃくなりましたね。
したところで少し静止して来春静止して、この場合花後に静止するとうん来年の秋とかに飾れそうですね。まあね早けりゃね来年のそうですね秋には今こうやって姿見せるために葉っぱを多く残してもらってますけど、これもうちょっと本当は切り詰めたいってところとかあるんですか？いや大体もうこんな形でまた棚乗せるだけにしたそんうですね。だからまた春先にバリカン狩りすれば結局また芽数が増えるんで、まあ春先じゃなくてもね花子とかにさーっと刈り込んじゃうぐらいでも、まあ花子だと今遅いか、花咲く前に刈り込んじゃえば芽吹きはいいと思うんで。大体もうね仕上がりですよね。ここまでくれば。いい感じですよ。いいですね。どっから見ても面白いですね、こういう木はね。こういうのはね、確かに。こういう時動画だとね、回りながら見ていたらいいですね。いろんな角度から見る。あんまり叩くと細い方が取れそうで怖いですね。細い方？細い方。手前の方。あ、これ倒れてきそう。これもね、水水を3本吸わせてるから、これ1本に対して、結構もうこの元が太くなっていくから、そうそうのことは何限り軽く込まないと思うんです。これが弱い1本ぐらいだとね、危ないですね。水の吸い上げが。多めに目をつけといた方が、まあそうですね。そういった感じですね。だけどね、水吸っていくから。でもまあ、こんだけ受精乗りましたね。一応今後の予定というか、まあ、スケジュールというか作業、これで一回また角棚の充実を測るだけなんで、あとはまあ切らないと芽数増えないんで、やっぱ切って増やしてまた切っての切らないし、元葉止めでもね、結局その元葉から2芽出るから、元葉止めでやってても場合にはない。この辺ぐらいですか、切り返す予定があるみたいな。その辺はね、もしかするともう一回、要は今日みたいな感じで針金かけて、今これ完全にね、荒掛けな状態だから、そうですね。骨作りで、枝作りを今度は棚作りかの針金が一回かけられれば。でももうね、今日かけたところの棚はもう針金かけないと思います。ハサミだけで。どこですか？こっち？全体。全体？裏枝以外はもうハサミで。もうハサミだけで作っちゃうんですか？頭なんて去年一回かけただけでほとんどもうハサミだけで。そんな感じになってくると思うんです、棚の方も。じゃあもう芽数増やすだけですね。そうこういう枝ってのは去年ですか、これ？そう、全部ね、その曲が降ったのは全部去年です。これは去年。だから荒掛けと中締めみたいな感じで2回目の針金。1年でそんだけ太ったってことですよね。そうですね。調子が。あとはこれですね。後ろ側。そこがね、来年か再来年にパカッと外れちゃうと。もうそこ外れても何の違和感もなさそうですけどね、正面から見たときに。そうですね。あんま目立たないですね。そこが抜けたとしても。少し幅が広がるぐらいですね。でもこう裏から見ても、ここがこう肉の巻きがすごいですね。確かに、ここはね、すごいです。その差し枝が引っ張ってんだよね。強いんですね、ここね。